こんにちは。こんにちは。今回は彼が好きに全力投球、彼のここが嫌に全力投球です。彼の嫌なところに全力投球、そんなはずないでしょ。なんで？だって復縁したい人の場合、一旦別れてもそれでももう一度付き合いたいってことは彼が好きだからでしょ。いるるさーん。え今言った別れてもそれでももう一度付き合いたいってことは彼が好きだからっていう部分、すごい大事なんで、ちょいちょいまた言いますね。とにかくね、ここが嫌に全力投球っていうのは、彼のここが嫌なんですっていう人が、ご相談でもすごく多いってことなんですね。彼のここが嫌い、あそこに腹が立つ、こんなことされたら悲しすぎるとか、彼にされた嫌なところにフォーカスしている人が多いってことですかね。そうです。私も相談を受けていて思うのは、彼と復縁したいけど、こういうところは直してほしいと思っています。こういうところは嫌だみたいなことを言う人は多い印象がありますね。ありますか？そこまで嫌だっていうなら、そもそも、なんで復縁したいのって、単純に思うことはあるんですけど。いや違うよ。彼のことは好きなんだよね。でも、例えば喧嘩したことを思い出したり、ここさえ直してくれたらいいなって思うことを思い出したりすると、それさえなければなみたいに思うんじゃないかな。でもね、彼のあそこが嫌だ、ここが嫌だ、あんなことされた、こんなひどいことまでされた、ひどいんですって、もしもだよ、永遠と言ってる人がいるとしたら、彼が好きって本当ってつい思わないですかね。本心では好きなんだけど。いるるさーん。この話は、どこ見てますかって話なんです。どこ見てますか？はい。いるるさん、どこ見てますか？今はズーム越しにめぐるを見てます。いるるさーんそうじゃなくて、彼のここが嫌い、あそこに腹が立つ、こんなことされたら悲しすぎるって言ってる人は、どこ見てますか？彼の好きじゃないところを見てますね。そうですよね。好きなところは見てないですよね。見てないですね、全然。ってことは、どこ見てるかと言われたら、好きじゃないところを見てる。ふとした時に彼との昔の喧嘩が思い出されてどうしても許せなくなった。次から次へと腹立たしいことが浮かんでくる。そういう時もありますよね。だけど基本、何かの出来事に対して反応しているのはエゴなんですから、あまり構わずにいてくださいねって言いますよね。でもこう言われるんです。エゴと分かっています。でも、どうしても腹立たしさが収まらなくて。そう言われたとしてもさ、ずっと腹を立てたままでいるんですかね？どうなの？何度も思い出しちゃう場合だよね。そこが相手に対してどうしても許せないことなんだよね。でもそんなに許せないのに、それでもどうしても復縁したいっていうのがなぜなのか？一度考えたっていいんじゃないのかなと思うぐらいなんですよ。好きだからですよ。好きなのにいつまでも許さないの？いや、許したいんですけど、何かの拍子にふつふつと込み上げる怒りは収まらないんですよ、多分。だからそこまで収まらない怒り、相手への不満を抱えて、なんでそれでも復縁したいんだっつうの。いや違う。例えば、イルルがめぐるにこう言ったとします。ちょっとこれ言ってみて。彼が別れるとき一生顔も見たくないって言ったんだよ。ひどくない？そういえばさ、付き合ってる時も冷たい片鱗はあったんだよね。嫌でしょ？今は音信不通にしてるし、超腹立つでしょ？こんな風に延々とね、言ってきたらどう思う？友達とかが。これって彼の文句ばっかりですよね。そんなんでなんでまた付き合いたいのってつい思っちゃうかもね。
でしょ？でもどうしても復縁したいとイルルさんは言うんですよ。だからめぐる言ったんです。だったら彼とラブラブという思いを決めてくださいね。やることそれだけですよって。でもイルルさんはまた始まるんですよ。復縁はしたいのね。したいんだけど、彼のあんな嫌いなこと、こんなひどいこと、こんな腹立つことがあるのはどうしたらいいのってずっと言ってくるんです。復縁したいって言いながら、彼への不平不満の方に全力投球してる感じだよね。これどこ見てるかって好きじゃないところを見てるって本当にそうだね。好きじゃないところを見ている、あるいはうまくいっていないところを見ている、あるいは彼の不足部分ばかり見ている、などなどいろんな言い方ができると思いますが、いずれにしてもどこを見ているかといえば、彼を好きとは真反対のところばかり見てるんです。もっと言えば彼の嫌なところに全力投球してるんです。そこまで嫌なら彼と復縁する必要なんてなくない？って普通のことを言うとイルルさんはこう言うんです。潜在意識で願望成就はそう思うからそうなる。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになる。思いさえ決めればうまくいくんですね。なのにどうして復縁する必要なんてなくないとか不安にさせるようなこと言うの。だから不安にさせたわけじゃないじゃないですか。自分で勝手に彼の不平不満をいつまでも並べ立ててるだけじゃないですか。彼を好きじゃないところから断固動こうとしてないのはイルルさんですよ。彼を好きな気持ちを大切にしてくださいねって言えば、大切にしたいです。でも彼のここがどうしても嫌なんですといつまでも言う。そんなに不平不満だらけなら、だったらそもそも復縁しなくてよくないって言えばひどい。思いを決めたならなるって言ったじゃないですかっていう。ならやっぱり彼を好きな気持ちを大切にしましょうって、同じこともう一回言っても、でもどうしても彼のここが嫌でって、おーいいや、これはですね、完全に彼の好きじゃないところをほじくり出して、不平不満に全力投球して、なのに復縁したいってずっと言ってますね。でもさっきも言った通り、どこを見てるかなんですから、この場合どう考えても好きじゃないところを見よう、探そう、掘り起こそうとしてますよね。彼を好きじゃないに全力投球してるんだから、好きじゃないと思えることがわんさか出てくるだろうし、その度にもう嫌だ、ひどい、辛い、悲しい、でも復縁したいってずっとやってることになるんですよ。そうなんですよね。どこ見てるかってうまくいってる意識かうまくいってない意識か、どっちを見てるかって感じだね。そうですね。うまくいかない方、うまくいってない方じゃなくて、意識して彼を好きだという方向を見る。彼を好きだとか復縁したいだとか言ってるのに、ずっと不平不満だらけな人って案外多いんですね。なので今回ちょっとそれをねお伝えしておこうと思いました。はい、本当ですね。彼がひどい、嫌だ、こんなことしたって言ってる本人も気分が良くないはずなんですよね。そこですよ。自分が心地よくないことをわざわざやる必要性はどこにもないですよね。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。